こんにちは、あおいです。今日はおやつのおすすめレシピをご紹介します。パンは手作りではないんですけれども、クリームパンのクリームの部分をとっても簡単に作ります。材料も少なくて工程も少ないので本当に簡単で、子供が大好きで完食するのはもちろんなんですが、これは保育士の先生方にも大人気のメニューでした。ぜひ皆さんも作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。葵の給食室。今日は小麦粉と卵、お砂糖、牛乳と、それから香り付けにバニラエッセンスを使います。で、あと、クリームを塗る用のパンを用意してください。で、今日は卵1個使い切る量で作ってるので、そうすると子供23人分になるんですね。子供23人分って人数だけ聞いたら多く聞こえるんですけど、本当に塗る量が1人大さじ1くらいでかなり薄いので、そんなにパッと見ていただいて分かるようにそんなに多くはないです、出来上がり量は。なのでご家庭で作る時は大人分だけちょっと多めに塗るとか、そういった形で調整してください。全てをまずボウルの中で合わせていきます。で、卵を保育園で扱う場合は必ず卵の殻を洗ったら、まず小さい容器に割り入れます。で、ご家庭でやるときはもうそのままこのボウルに割り入れちゃって大丈夫なので、保育園でやる場合は小さい容器に割り入れたら殻が入ってないか状態の確認をして、問題なければ特用のボウルに移し替えます。で、ここで改めて卵を溶いていきましょう。卵をよく溶いたら、今度はざるでこしながら殻が入らないようにボウルに入れていきましょう。普通のカスタードクリーム作る時って多分卵黄だけでやると思うんですけど、保育園は卵白を他に使いますっていうのが難しいので、もう全卵を使ってしまいます。家でもその方が多分楽ですよね。卵白だけどって難しいから。そしたらここにお砂糖を加えていきましょう。お砂糖で一旦よく混ぜます。砂糖の塊潰しながら。次は小麦粉を入れるんですけど、これは必ずふるいにかけてから入れていきます。保育園では小麦粉の量がたくさんあるので、こし器でふるいながら入れていくんですが、ご家庭では多分量が少ないので、小麦粉をこういったポリ袋に入れます。で、そしたらこれを空気が入る状態でギュッと、なるべく空気が入った方がいいので、今ちょっと下手だった。上の方からさっくりこんな感じで、キュッと口をねじってこのままふるいます。こうするとダマがしっかりとなくなってくれますので、量が少ない時はこれすごい簡単で洗い物も減らせるのでおすすめです。で、シャカシャカできたらこのまま先ほどのところにボウルに入れていきましょう。で、またよく混ぜます。ケーキ作るのとは違うので、いつもはねさっくりケーキ生地の時は混ぜるんですけど、これは粉っぽさがなくなるまでしっかり混ぜちゃって大丈夫です。そしたらここに少しずつ牛乳を入れてまた混ぜていきましょう。半分ぐらいかな、半分入れてよく混ぜます。で、また牛乳入れて追加してで混ぜていきましょう。で、あとは仕上げにここにバニラエッセンス少し入れて香りをつけます。2滴ぐらいですね。パパッと入れて、うわ、いい匂い。うわ、大好きこの匂い。そしたらボウルに入ってたのをお鍋に移し替えて加熱をしていきましょう。で、焦げやすいので弱火にかけて混ぜながら加熱をしていきます。加熱するとだんだんもったりしていきます。かなり最初の段階、今多分3分ぐらいしか経ってないんですけど、こんな感じで底の方がちょっと塊っぽくなってくるので、これを焦げないように下の方からよくこそげ取るような形で混ぜていきます。うわー、いい匂いしてる。美味しそう。初めてこれ保育園で作った時、手作りのクリームってこんなに簡単にこんなに美味しくできるんだと思って感動したのを覚えてます。今この量だとだいたい5、6分ぐらいかな、加熱してるとだいぶとろみがこんな感じでついてきたと思うんですけど、
保育園で量たくさん作る場合は固まってから5分ぐらいは加熱するようにしてください。卵とか使ってますので、しっかり火を通すためにも5分ぐらいはこの状態で練っていきます。火を止めます。どうですか？こんな感じでとろっとした仕上がりできました。美味しそうなクリームが。そしたらこれはこのまま粗熱を取って、粗熱が取れたらパンに塗っていきましょう。粗熱が取れました。そうするとだいぶ先ほどよりもクリーミーになってます。美味しそうで、パンの切り方にもポイントがありまして、専用包丁じゃないんですけど、上の真ん中から切ってしまうと、ここにクリームを挟んだ場合、お子様が手でガツッと持って食べますので、クリームがこう手にくっついてしまうこともあるし、こぼれてしまう危険がありますので、危険ではないけどそういう可能性があるので、パンに何か挟む場合は必ず縦ではなくて横に切っていきます。ここに切り込みを入れていきます。おー、よく切れるこの包丁やっぱり。で、ここにパカッと切り込みが入ったので、ここに塗っていくと手でこういう風に持った時に手にもつかないし、クリームがこぼれる心配がありませんので、そういう風に切って挟んでいきます。本当に1人分ってすごい少なくて、薄く塗るくらいです。保育園の場合はクリームパンって多分たっぷり塗りたいんですけど、子供用ですので、こんな感じでこれぐらいの薄さで塗って、こういう風に提供してあげるとクリームがね全くつきません。1、2歳児のお子様は意外とこのパンをガブッと口で噛むのが難しいんですね。口の大きさがすごい小さいので、このままだと食べにくいので、1、2歳児のお子様はこの半分か、もしくは3等分、お子様の食べ具合によって変わるんですけど、これぐらいの3カットか半分ぐらいにしてあげると食べやすくなります。葵の給食室。時計が鳴ります、ボンボンボン。おいしいおやついただきましょう。それでは皆さんご一緒にいただきます。どうですか？これ美味しそうでしょ？美味しいんですよ。早く食べたかった。いただきます。衝撃的な美味しさ。これ手作りと思えないよ。完璧ですね。パンに薄く塗るものなので、少しお砂糖の量はケーキ作るよりもちょっと甘めに作られているんですけれども、もし大人の方でたくさん塗りたいという方はお砂糖の量調整してください。いつもは撮影するレシピを決める時に皆さんに早くおすすめしたいっていうレシピを優先的にとっていて、このレシピも本当に美味しいから早く皆さんに伝えたい、プラス自分がもう食べたくて仕方ないと思って、それで作りました。だから今日食べられて私はすごい幸せです。美味しさをかみしめています。少ない材料でもうパパッと作れますので、本当に美味しいので、ぜひぜひ作ってください。YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると、毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。